ケアルガたちは魔王軍との決戦に向けて反魔王軍の戦力不足を補うため現魔王に反発している各種族をめぐり協力を呼びかけていた。みんな、今日の旅の目的は分かっているな。うん、分かってる。魔王軍と戦うための仲間集め。確かハイリス族の集落に行くんですよね。かなり大きな集落だと聞いています。これは責任重大です。そうだ、魔王の息がかかってない種族の中ではかなり大きな勢力になる。だからこそ絶対に失敗できない。現状魔王軍と戦うには戦力が足りなすぎる。真っ向からぶつかる気はさらさらないが、奇襲をするにしてもそれなりの布石を打ち、ある程度の戦力を集める必要があるからな。ケアルガ兄様の言う通りですね。今のままじゃ撃てる手がありません。ハイリス族規模の戦力をあと2つは欲しいところです。みんな心配いらないと思うよ。だってハイリスは信用できる種族だし、現魔王の圧政が始まる前から黒翼族とは交流があるしね。今の族長は会ったことがないけど、前の族長とお父さんは仲が良かったんだ。それは期待できるわね。ねえケアルが、あとどれくらいでハイリス族の集落に着くのかしら。そうだな、地図を見る限りはそろそろ着く頃なんだが、もしかしてあれか？本当にあんなところに住んでいるのか？そうだよ。あれがハイリス族の集落だよ。魔族領域の中でもとびっきりの大樹林にハイリス族は住んでるの。この大樹林は天然の要塞でね、木が密集しているから大軍は侵入できないし、連携も取りにくい。侵入できたとしても大樹林を知り尽くしたハイリス族の精鋭たちに翻弄されちゃうんだ。そうなるだろうな。木々が邪魔だし、大地の土は柔らかすぎてろくに踏ん張れない。慣れてないとまともに動けないだろう。あの大樹林を攻めるならいっそ焼き払うのが定石だ。だがあれだけ巨大で太くみずみずしい大樹、並大抵の燃料や火炎魔術じゃどうにもならない。そうね。だからこそ魔王に反発することができたのね。普通の種族が表立って反発しようものならとっくに消されているわ。でも油断はできないです。燃やせないの前にあくまで並大抵の燃料や火炎魔術じゃっていう前置きがつきます。この辺り一帯全ての町から油をかき集めればこの大樹林だって燃やせますし、フレイヤの魔術、つまりは魔術に特化した勇者と同格の魔術ならなんとかなりそうです。さすがにエレンは見る目がある。ハイリス族がそういう危機感を持っているといいがな。自分たちが絶対安全で無敵だなんて思い込んでいれば、わざわざ危険を冒してまで魔王を倒そうとしないだろう。こうして大樹林で生活していれば平穏な暮らしができると考えてしまう。はい、魔王軍に挑むのは大きなリスクなので、仲間になってもらうには何よりも危機感を持っていただく必要があります。タフな交渉になりそうですね。もうケアルガもみんなも心配しすぎだって。ハイリス族は大丈夫だって言ってるのに。イブはいつも楽観的すぎる。着いた。ここが大樹林の入り口。人の気配がする。でも誰も歩いてない。人の匂いもするのに不思議。いや、いる。上だ。いた。大樹の上。すごいですね。大樹をくり抜いたり増築したりして家を作ってるなんて。枝と枝をつなげて道までできています。それだけじゃないわ。見て、木から水を取り出しているわ。どうなっているのかしら。あれだけの大樹になると半端じゃない量の水を地下から吸い上げて枝の端々まで届けるからな。ああやって水路を利用しているんだろう。大樹の井戸か。なかなか面白い。見ただけで分かっちゃうんだ。驚いたでしょ。ハイリスは樹上で生きる種族で、なんだって木の上でやっちゃう。ハイリス族の中には木の上で生まれて一度も大地を踏まないで生涯を終える人だっているんだから。へえ、それができるということはあの大樹の上で完全な自給自足ができるのか。俺たちとは文字通り住んでる世界が違う。そういう暮らしをしているなら地の利を生かしての戦いであれば無敵だろうな。おや、早速出迎えが来たぞ。モフモフしていて可愛い種族ですね。
リスって動物の方も可愛いですし、リスの魔族が可愛いのも納得です。そうか。いくらリスの特徴があってもあれ男だぞ。むしろモフモフマッチョでひどい違和感が。何より手には物騒な武器を持っているせいでとても可愛いと思えない。長級に投擲を前提とした槍、頭上から一方的に攻めることを前提としている装備だ。構えも胴に入っているわね。精鋭揃いというのは嘘じゃないみたい。クレハなら勝てるか。そうね、多分なんとかなるわ。さすがにあの腕前の相手に地の利を取られたら厳しいわ。でも本気で勝つつもりならまずは大樹を切り倒すから。この大樹、一本一本が枝の上にいくつも家を建てられるお化け大樹だよ。そうね。でも私ならできるもの。試しにやってみましょうか。絶対やめて。ハイリス族はものすごく大樹を大事にしてるから、傷つけられたら絶対に許してくれないよ。そう、見せられないのは残念ね。でも改めて言うわ。私ならハイリス族が地の利を生かして攻めてきても対応できる。それを聞いて安心した。少なくともフレイヤとクレハは従前にハイリス族と戦えるってことだからな。私には戦えるか聞いてくれないんですか？聞く必要がない。フレイヤの炎ならこの森を怪人に帰すことなどたやすいだろう。まあそれをやった瞬間、もう全面戦争以外の選択肢がなくなるが。ケアルガ兄様の言う通りできるけど、やったら終わりな手ですね。なんかそれって最終兵器って感じでかっこいいですね。というわけでその火力については信頼している。ケアルガ様、セツナも戦える。兵糧族は身軽でバランス感覚に優れる。不安定な足場でも遅れは取らない。グレンも余裕なの。キツネは木登りが大得意なの。見てるといいな。いやグレン、わざわざ小狐になって実演しなくていいから。というかすごいな。垂直に駆け上がっているが、それはどういう原理だ。木登り楽しいな。あ、でもこの大樹ちょっと臭い。内側から腐ってる？病気？どっちかっていうと呪い？心中のグレン的にはバッチリのは嫌なの。呪い？どういうことだ。侵入者を防ぐ仕掛けか。いや、ありえないな。この木は生活を支える基盤のはずだ。後でグレンに他の木を調べさせるべきか。もしかしたらすでにハイリス族は。着地なの。グレンは頼りになるキツネ。まあそうだな。呪いの件、グレンに後で調べてもらうかもしれない。こんな臭い木を調べるのは嫌なの？どうしてもって言うなら骨付き肉を所望するの。ああ、いいぞ。それからエレン、訂正だ。フレイヤとクレハだけじゃなく、セツナとグレンも大樹林でハイリス族と戦える。それを計算に入れて、もしもの時のために手を考えてくれ。そうですね、ケアルガ兄様。ちょっと怪しい匂いがしますし、手は考えておきます。さて、出迎えがここまで来てくれたようだ。身内での話はここまでにしよう。キャロル様から連絡をいただいております。どうぞこちらへ。ありがとう。こちらへと言われても、これを登るのか。慣れている君たちなら苦にならないだろうが、俺たちにはきつい。セツナなら登れる。でもちょっとしんどそう。私は絶対無理ですね。こんな捕まるところもない幹をよじ登るなんて。ご安心ください。こちらの大樹には仕掛けがありまして、資格あるものが触れるとこうなります。2度目だけどやっぱり驚いちゃうよね。根が盛り上がって隠された扉が現れるなんて。皆様、こちらからどうぞ。これはすごいな。この太い幹の中に螺旋階段があるなんて。時間が経てば自動的に扉が閉まり、根と一緒の扉が埋まるのか。侵入者対策もバッチリというわけだな。ええ、ハイリス族は他種族からの侵略を許したことがありません。それはひとえにこの大樹林での戦い方を知っているからです。我らは一方的に大樹の上から外敵を仕留めてきました。さあどうぞ。この螺旋階段を登った先で我らの族長が待っております。
行こうかみんな。足を踏み外さないように注意しないと。結構急だし滑ります。エレンは先に。万が一の時は私が支えるわ。ありがとうございます。グレンは先に行くの。フォックスどうぞこちらへ。立派な屋敷だな。豪華で堅牢なのに自然と大樹に一体化しているのがいい。下からじゃ死角になって見えないのは守りを考えてだろうな。ここからが本番だね。気を引き締めないと。歓迎ならごちそうがあるの。ジュルーリ。最近保存食ばっかりで食卓が寂しかったの。とりあえずグレンは小狐モードになっておとなしくしていろ。命令だ。そんな理不尽なの。極めて自然な判断と思いますね。本当に大事なお話をするので。グレンは丸くなってふて寝するの。ハイリス族の集落においでくださり感謝します。黒翼族のプリンセスとその従者たちよ。私はハイリス族族長のリース・モフテールと申します。私はイブリース、黒翼族の魔王候補だよ。それから私はイブリースの騎士のケアルガ。そして彼女たちはイブ様を補佐する各分野のエキスパートです。魔術のことなら任せてください。私は剣術を得意としているわ。セツナはケアルガ様、イブ様の護衛をしてる。まあそれは頼もしいですね。特にケアルガ様とそちらの剣士の方は素晴らしい力をお持ちで、これほどの剣士は見たことがありませんわ。お褒めにいただき感謝します。そういうあなたも相当なものよ。グレンだって強いの。グレン、強さの種類が違う。ケアルガ様やクレハは剣士としての強さがある。完成した技と心はセツナたちとは別格。それからそれを見て取れるリースも多分すごい。いえいえ、私なんて。さっさ、長旅で疲れたでしょう。ささやかですがもてなしの用意をしております。歓迎するということは共に魔王と戦っていただけると考えていいのでしょうか。ええ、もちろんですとも。手紙でおおよそのことは伝わっております。ようやく勝機が訪れたのですから、ここに全てをかけるのは当然ですわ。力を合わせて魔王の圧政を打ち破りましょう。でもまずは腹ごしらえです。ね、言った通りだったでしょ。ハイリス族は味方だって。そうだな。料理が来たよ。すごいごちそう。たくさん食べるの。ケアルガ様、どうかされたんですか？料理をじっと見て手をつけないなんて。いや、なんでもないよ。ありがたくいただこう。さっさお継ぎしますよ。このお酒はハイリス族の地酒で強いのに飲みやすいんです。それから食べ終わればとっておきの場所に案内しますね。疲れなんて吹き飛びますから。これは族長自ら酌をしていただけるとは。私がそうしたいだけなので遠慮なさらず。いい酒です。強い酒だがその奥には優しい甘さが隠れている。一つ聞かせてほしいのですが、ハイリス族は他の種族との交流や交易はあるのでしょうか？ありませんよ。私たちはどの種族も犯さず犯させない、そう生きてきましたから。素晴らしい。では私からも継がせてください。ええ、喜んで。今日は楽しいお酒を飲めそうです。お腹いっぱい。出されたごちそう、見た目だけじゃなくて味もすごく良かった。来てよかったの。キツネ大満足。たくさん食べて眠くなってきたの。リースの言ういいものとは一体何だろうな。どうぞこちらに。これより私が案内します。その服寒そう。肌に張り付いてますし露出も多いです。ハイリス族の女性はいつもこんな格好をしているんですか？私たちだっていつもこんな格好をしているわけじゃないですよ。ただここがそういう場所なんです。見てください。
大樹林の中でも特別な木でして聖樹と呼ばれています。そこにはこのようなものがあるんです。これはすごい。まさか樹状湖なんてものがあるとは。綺麗。月が映り込んで幻想的。ずっと見ていたいくらい。うっとりするわ。聖樹というのは名前だけじゃないわね。清らかな木に包まれてとても清々しい。へえ、ここには来させてもらったことがないよ。ハイリス族は本当に精一杯歓迎してくれているんだね。この木そのものが聖なる存在なの。グレンと同じようなものなの。ゴッドパワーを感じる。気持ちいいな。これでさっきからまとわりつく気持ち悪いの洗い流せるな。またそれかグレン。後で詳しく聞かせてくれ。しゃあないの。こちらにお着替えをお持ちしました。水の中でも動きやすい特別な服です。大胆だけど可愛いですね。着てみたいかも。でもこれじゃほとんど下着よ。恥ずかしいわ。でも見るのがキアルガ様だけならいい。泳ぐには狐姿が一番だから、グレンはいらないの。みんな着替えるのは待ってくれ。教えてもらえないか。ここには集落の者が来るのか。いいえ、ここは特別な場なので集落の者は特別な機会でもなければ近づけません。今日は皆様の貸し切りです。そうか。ならその服はいい。そういうものはない方が楽しめるだろ。ケアルガ様、いきなり脱いじゃうなんて。これもしかしなくても裸で泳いだりそういうことするつもりで言ってるよね。今さらね。でもこういうシチュエーションも悪くないわ。服がない方が気持ちいい。ケアルガ様以外に見られないなら大歓迎。それに気持ちいいことをしてもらいたい。グレンはたっぷり泳げればそれでいいの。キツネ癒しの水か。これはいいな。汚れと疲れが洗い流される。それだけじゃない。内側から力が湧いてくる。ケアルガ様、本当に元気になってる。ここも。そういう風におねだりするのははしたないぞ。ケアルガ様は嫌なわけがないだろう。セツナはいつからこんなにエッチになったんだ。もう準備ができてるじゃないか。エッチじゃない。ケアルガ様が好きだからこうなるだけ。今日もセツナを可愛がって。抜け駆けはずるいです。私だってそういう気分になってるのに。ほら、ケアルガ様、私のは大きくて柔らかいですよ。それは卑怯。慌てなくてもいいわ。ケアルガならみんなを可愛がってくれるもの。先走ると損をしますよ。ケアルガ様の体力は無尽蔵です。むしろみんなが満足した後、最後に一人残った方がじっくりねっとり可愛がってもらえるんです。別に私はエッチなんかじゃないよ。ただ仲間外れが嫌なだけだから。ああ、またイブの悪い癖が出てます。どうしてそんなに素直になれないんでしょう。ここまで来ると病気ね。遠慮するならイブの分もセツナが可愛がってもらう。こうなったらもうやけだね。エッチなのはセツナだけじゃなかったな。いいだろう。全員可愛がってやる。いきなり強い。ケアルガ様の水の中でも熱くてすごい。みんなでなんて照れるわね。でもほてりが収まらないわ。そんなケアルがみんなに見せつけるような格好は恥ずかしいよ。ね我慢です。最後まで可愛がってもらうために。キツネかき楽しいな。パシャパシャ。さて、こうやってバカを演じて油断させたのは予定通りだが、やりすぎか。まあいい。これはいいものだ。
エレン、フレイヤ、この部屋が盗聴されていないか確認してくれ。はい。では私が物理的なものを調べます。魔法面を対応しますね。こちらのチェックは終わりました。問題ありません。魔術で盗み聞きされていますね。ただ制度的に小声であれば聞かれることはないです。一体何のつもりでこんなことを。やっぱりか。念を入れて偽装を頼む。お前の魔術ならできるだろう。エアーウォール。もう大丈夫です。普通に話せます。向こうは盗聴が失敗していることに気づいているか？いいえ、この魔術を簡単に言えば、相手が魔術で盗み聞く範囲を私たちの外側にしただけで、向こうからしたら盗聴は問題なくできていると感じているはずです。上出来だ。さて、ようやく本題に入れるな。十中八九、ハイリス族は俺たちの敵だ。嘘だよ。これだけ歓迎してくれてるのに。あれはやりすぎだ。異常だった。この集落の者は健康状態が良くない。すれ違った者たちを目で追っていたが、ほぼ全員が問題を抱えている。もう少し正確に言うと栄養失調。ろくに食べるものがないようだ。なのにあんなごちそうを出すのはおかしい。気づいていたか？俺たちに給仕していた美女たちの視線に。笑顔の仮面の裏で時折凄まじく堅能な光を放っていたぞ。自分たちが飢えて死にそうなのに、その食料を無遠慮に食い漁っているんだからな。ケアルガ様、それ分かってて何も言わなかったんですか？気づいていれば遠慮したのに。まあな。初めは無理をしてでも歓迎してくれていると思っていたんだが、それじゃ説明がつかなかった。おかしな点は他にもある。あの場で俺が他の種族との交流や交易があるかと聞いたのを覚えているな。うん、覚えてる。今はないって答えていたよね。ああ、だというのにこの大樹林じゃ手に入らないものが並んでいた。最初は塩が強いなと思ったんだ。大樹林では貴重なはずの塩を惜しみなく使っていた。その違和感に気づいてよく見ると色々と分かった。どこかと交易がある証拠だ。なのにそれを隠そうとした。私もおかしいと思っていたので探りを入れました。食事会では戦力を提供してもらう代わりに物資を支援することを匂わせましたが、何一つ要求してきませんでした。この状況であれば頼ってきた方が自然なのに、その素振りすら見せないのは不可解です。そうだ。だからこそ俺はこう考えた。俺たちと協力体制を結んだ後のことなんて考えていない。それでもこうしてもてなし同盟を組んだふりをするのは裏切って売るためだ。売り先は魔王軍が順当なところか。そんな、たったそれだけのことで疑うなんて。たったそれだけのことだ。だがな、たったそれだけのことを見逃すわけにはいかないし、疑わないわけにもいかない。それにエレンは今説明した他にも細かい探りを入れていた。ケアルガ兄様、気づいていたんですか？まあな、隣で感心していたよ。そしてその探りに対する反応が裏切りを意味していた。エレン、それってケアルガ様と同じようにエレンもずっと疑っていたってこと？はい、族長のリース・モフテイルの演技は完璧でしたが、その周りがあまりにもお粗末だったので疑わないわけにはいかなくて。どうして言ってくれなかったんですか？言いにくいですが、それは先ほど私がリース・モフテイルの演技が完璧でも違和感を覚えた理由と一緒です。私たちがどれだけうまく演技しても周りの反応でバレるんですよ。だから必要以上には話しません。すごいわね。さすがは知略担当。皆さんと違ってこういうことでしか活躍できませんから、気合だって入ります。ただ現状は限りなく黒だってだけで確証はないです。それに相手が裏切っていると分かったところで肝心のだからどうする、その判断をする材料が足りません。それは俺が探ろう。やりようはある。でもまだ敵じゃない可能性だって。だからこそ探るんだ。探った結果、俺とエレンの勘違いでもいい。むしろそちらの方が好ましいぐらいだ。どちらにしろこの状況でただ相手を信じるなんてできるわけがない。そうね。信じるといえば聞こえはいいけど、
それはただの思考放棄だと思うわ。信じるためにもまずは疑うべきよ。確かにそうかもしれないけど。というわけだ。早速いろいろと探ってみよう。ヒール。隠密系スキルとステータスに特化させればこの暗闇だ。そうそうハイリス族に見つかることはない。考えろ。本来ハイリス族が飢えることなんてない。この樹上で自給自足が完結するからこそ生涯樹上から降りないなんて言われている。ならばなぜだ。そこに答えが隠されているはずだ。イブの話では、水は木が吸い上げたものを使い、青物は木の実や葉、肉は鳥のものや虫を使う。そして樹上の湖では魚を育てる。気候の乱れからなる不作もない。ならそれ以外の何かがある。そういえば、グレンは大樹が臭い、呪われていると言っていたな。俺の能力じゃ感じ取れないし異常にも見えない。だがグレンの感性は信用できる。こうして普通に見えないなら力を使えばいいか。翡翠眼。なるほど、そういうことか。面白いな。いや、不快と言うべきか。この絵を描いたやつはなかなかやる。だが惜しむべきは俺がここに来ることを読んでいなかったことだ。ハイリス族を縛る鎖は俺が断ち切ってやる。まずはエレンに相談して戦略を。それからグレンをこき使ってこの集落すべての大樹を調べさせるとしようか。もういい狐は寝る時間なの。お腹いっぱいで眠さ2倍なの。それにやっぱり臭くて汚いの。使い魔虐待。グレンは世界で一番かわいそうな使い魔なの。まあ頑張ってくれ。ちゃんとご褒美はある。とっておきの骨付き肉だ。チュルリ、グレンはやるの。お肉。これでもグレンは役に立つんだよな。さあ仕込みを進めるとしよう。あの族長ごとハイリス族を落とす。おはようございます。今日は一人でいらっしゃったんですね。そうだ、こっちの方がお互いに話しやすいと思ってな。こちらもそちらも身内がいると話せないことがあるだろう。昨日とは随分と印象が変わりましたわね。腹を割って話そうという意思表示だ。不快なら戻すが。必要ありません。そちらの方が心地よいです。ですが、あなたの主人イブ様がいらっしゃらないところで話しても意味がないのでは？お前なら気づいているだろう。俺とイブどちらが主人かなんてな。それぐらいのことをたやすく見抜く目を持っている女だ。だからこうやって俺も腹を割って話ができる。そうですね。気づいていました。イブ様は常にあなたを気になされ、あなたの言葉を待っていました。実質主導権を握っていたのはあなた。つまりここには交渉に来たと思っていいですか？昨日は協力するとだけしか言ってもらえなかったからな。具体的なことを話したい。ええ、それは私たちも望むところです。私たちにもできることとできないことがありますし。ああ、後で揉めるのは避けたいしな。きっちりと今後について話してみようか。実りある時間でしたわね。ああ、リースは理解が早くて助かるよ。同感です。頭の良さが違いすぎると言葉が通じなくなりますしこんなに楽しく話ができたのは久しぶりです。キアルガ様に惹かれてしまいそう。そうやってしなだれかかってこられると平常心でいられなくなる。勘違いしてしまいそうだ。そのつもりで誘っているんですよ。それとも私に興味はありませんか？あるに決まっているだろう。理知的な美女、俺の女たちにはいないタイプだ。そんな。キアルガ様の手とってもたくましくて私の奥にまで。いい肉付きだ。それにスカートに隠れている尻尾、これはいいな。もっと見せればいいのに。リスの尻尾は面白い手触りなんだな。そんな。
女性が尻尾を見せるなんてはしたないです。そういうものか。まあいい。もうこれだけ鳴らせばいいだろう。愛し合うとするか。大丈夫か。これだけ濡らしてほぐしてこのきつさ初めてか。大丈夫だから。驚きだ。いい初体験にしてやる。そこ少しピリってきます。そこばっかり。そこに意識を集中しろ。痛みを忘れる。いいな、本当にいい具合だ。これほどの名器はなかなかいない。そろそろいいか。尻尾を握ると感じて締め上げるのは刹那と一緒だな。俺も限界だ。ほら行け。よかった。悪いな、もてなしてもらった上ここまでやってもらって。気になさらないでください。これでハイリス族は救われるんですから。なんで、どうして。防虫術なんてものを本当にやる女がいるとは驚きだ。だが残念ながら毒が効かない体質なんだ。なら暗器を使って不意を打ったところで無駄だというのは分かっているだろう。俺やクレハの実力が分かるぐらいの力量があるお前ならな。美しいな。民のために純血まで捧げる族長というのは。叫びますよ、この場で。声を上げれば。何も変わらないさ。お前たちは初めから俺たちを騙して捕らえて売り飛ばすつもりだろ。ここにいるのは全員敵。族長を襲ったと思われて立場が悪くなることなど些細なことだ。そもそもお前がそうして人を呼ばないのは呼んだところで返り討ちになると理解しているからだ。まあ呼ぶ必要すらないだろうに。天井に2人、隠し扉に1人潜んでいるだろうなあ。あなたたちやめなさい。勝てる相手じゃ。ほう、一言も発することなく刃を向けてくるのはいい。殺意がこもったいい刃だ。だがそのせいで丸見えだ。だからこうも簡単に防がれる。殺意は内に秘め、古い刃は冷たく。こういう風にするんだ。みんな安心しろ、急所は外している。俺は交渉しに来たんだからな。応急処置をすれば死にはしない。何のつもりで手加減を。いつもの俺なら殺していたがな。ハイリス族たちの命を削ったもてなしとその体を楽しませてもらった礼だ。悪魔。悪魔なら裏切られたと気づいた時点でこの集落を燃やしているさ。ここに来る前にな。ここまで言えばわかるだろ。そちらは裏切りに初めから気づいていた。そしてここに来たのも私たちを生かしているのも殺さずに利用するためでしょ。正解だ。裏切り者を断罪したところで何のプラスにもならない。俺たちに協力するなら生かしてやる。そういうことなのですね。みんなそうです。どいつもこいつも強い人たちはいつもそう。弱い人たちを食い物にすることしか考えてない。好きにすればいいじゃないですか。魔王に使われるのもあなたに使われるのも一緒。私はもう疲れました。諦めが早いな。少し失望したぞ。冷静になってよく考えるんだ。本当に俺に協力するのも魔王に付き従うのも同じか。俺ならお前たちを救ってやれる。それを証明しよう。さあ立て、外に出るぞ。ちょっと待って。せめて服を着させてください。疲れて全部投げ出したくせにそこを気にするのか。それとこれとは話が違います。別にいいだろ。時間が惜しい。俺はお前たちが裏切っていたことに気づいていた。だからなぜ裏切ろうとしているのかを探った。答えはすぐそこにあったよ。ここの民たちは飢えている、乾いている。
この豊かな大樹林の中にいながら。それはなぜかと考えた。そして仲間の一人が言った、ここの大樹は臭く呪われているという言葉で仮説が出た。大樹林の恵みを得られなくなったのではないのかと。グレンと二人で探って驚いた。特別な祝福を受けた聖樹以外のほとんどが呪いか毒にやられている。大樹が呪いと毒に汚されれば、大樹が育む恵みも汚染される。動物も寄りつかない。そうなればハイリス族は飢えて干上がる。たった一晩でそこまで調べたというのですか？ただ呪われているが、よくよく調べて安心したよ。完全に大樹が殺されたわけじゃない。それはそうだろうな。完全に殺せば脅しにならない。癒せる範囲で留めておく。そうしておけばハイリス族に対して大樹を人質に取れる。だがそれが仇になった。俺は癒しの勇者だ。俺に癒せないものはない。見てみろ、これが蘇った大樹林だ。あんたにならわかるだろう。信じられないです。大樹林が、私たちの故郷が生き返ってます。ずっと痛い苦しいって叫んでた大樹たちが喜んでます。ええ、わかります。ずっとここで育ってきたから。これで魔王軍に協力する必要はなくなっただろう。また大樹の恵みが得られる。ハイリス族が飢えることがない。大切な故郷が失われることもない。でも癒してもらったところで魔王に気づかれたら、結局はまた大樹林を汚されて脅されて。その度に俺が癒してやる。同盟を結ぶんだからな。それにな、魔王を殺してやれば二度とこんなことは起こらない。選べ、ハイリス族族長リース・モフテイル。この場は嘘とごまかしで切り抜けて魔王に怯えながら暮らすのか、それとも戦い勝利を得て安堵を手に入れるのか。ずるい選択肢です。ただその選択肢には大事なことが抜け落ちています。仮に魔王を倒せたとして、あなた方が魔王のように私たちを脅していいように利用し続けるかもしれません。それはしない。俺は俺から奪おうとする奴ら以外には紳士だ。少なくとも魔王よりずっとマシだな。そうかもしれませんね。あなたに付き従うあの子たちは幸せそうでした。でもまだ疑問があります。どうしてあなたは私を殺さないんですか？騙そうとした私を。第一、まともに交渉する気なら直したところを見せるんじゃなくて、直すことを条件にして脅すべきです。それはな、同情と共感だ。かつて俺は自分自身の未来も故郷も何もかも奪われた。だから復讐を始めたんだ。奪われたものを取り戻し、俺から奪った奴を地獄に叩き落としてきた。なあリース・モフテイル、ハイリス族の未来やらそういう綺麗事を抜きにしてこのままでいいのか。好き勝手やられたままでハイリス族は何人が飢え死にした。慣れない地上の狩りで食料を得ようとしてどれだけ犠牲者が出た。もう一度聞く。それでいいのか。悔しいです。こんな風にもてあそばれて何も抵抗できなくて、大切な場所が汚されて仲間が死んでいって、なのに何もできないなんて。なら俺の手を取れ。そうすれば約束してやる。お前たちハイリス族の力が魔王を討つ礎となることを。賢くなんてならなくていい。未来なんて考えなくていい。ただお前たちをもてあそび嘲笑った奴らに復讐するんだ。無理にとは言わない。俺はそう生きてきたし、お前にそういう見込みがあるからこうやって殺さずに仲間として誘っている。それは破滅へ向かう契約じゃないですか。あなたは本当に悪魔みたいな人です。いや、俺はただの復讐者だ。いいでしょう。ハイリス族族長リース・モフテイルは黒翼族、ひいては反魔王軍との同盟を結びます。条件は一つ。必ず我らの力で魔王を脅かすこと。いいだろう、誓ってやる。それからもう一度私を抱きませんか？
さっきとは違って一人の女としてあなたに抱かれたい。ああ、つながって愛し合おう。友好の証というやつだ。はい、よろしくお願いします。ちゃんと同盟が結べてよかったね。ああ、交渉がうまくいってよかったよ。俺たちの誠意が通じたようだ。あの状況から無事に交渉を締結させるなんて魔法みたいです。まあリースが同類だったからうまくいっただけだがな。体の相性も良かったし。グレンだって浄化をたくさん手伝ったのに手柄を独り占めされたの。ほら、ご褒美の干し肉だ。柔らかくて美味しいお肉なの。ご主人様大好きなの。相変わらずグレンはちょろすぎですね。ちょっとジェラシー覗いてたけど、ケアルガ様いつも以上にすごかった。いつも思うけどすごい忠誠心ですよね。護衛のためとはいえじっとそういうのを見ているって辛そうです。刹那はケアルガ様のもの。ケアルガ様が望むなら何でもする。それにじっくりとケアルガ様の体を見るのが楽しい。尊敬するわ。それからケアルがいつも以上にすごかったというのは私も気になるわ。そうだ浮気だ。浮気じゃない。交渉のために必要だったんだ。それに刹那たちよりも良かったというわけじゃない。リースとやれる機会はそうそうないからな。まああれだ、ちょっとしたレア感だ。リスの尻尾はいいものだ。キツネの尻尾もモフリティが高くて最高なの。兵糧族の尻尾はシルクの手触り。二人とも尻尾をこすりつけるのはやめろ。ちゃんと二人の尻尾の良さは分かっている。エッチな触り方なの。モフハラで訴えてやるの。刹那は大歓迎。まあ何はともあれ万事解決だね。魔王軍との決戦これで勝てるよね。まあな、できることはやってきている。だがまだまだやれることはある。最後の最後にあの時ああしていればよかったなんて間抜けなことを言わないようやり尽くすんだ。そうしてハイリス族の協力を取り付けたケアルガたちは帰路に着く。魔王軍との決戦の日はもうそこまで来ていた。